どうも MM マンです。今回はワンピースのゾロ十郎を二次元リペイントしていきたいと思います。今回塗っていくフィギュアはポップのゾロ十郎ですね。ポップで読み方合ってますかね。いやー、このフィギュアなんですけど、塗ろうか塗らないか結構直前まで悩んでたんですよね。というのも造形はめちゃくちゃかっこいいんですけど、難易度がねちょっと高そうかなと思ってたんですよね。なんですけど一回やりたいと思ってしまうとなかなか頭から離れなくなっちゃうので、時間はそこそこかかりそうだなって思ったんだけど、塗ろうって決めて今回塗ることにしました。そして今回のテーマはと言いますと、鋭い空気感でいこうと思います。ゾロってやっぱり剣石のようなすごい鋭さみたいなのがあって、それが強みというか、そこがすごくかっこいいと思うんですよね。なのでイメージとしてはゾロの特有の鋭さみたいなものをフィギュアの細部まで行き届くようなイメージで塗っていきたいなと思います。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントやフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も発信しているので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またフィギュア塗装コミュニティのフィギュアートラボも運営していますので、興味がある人は概要欄の一番下をチェックしてみてください。それじゃあ塗っていくよ。はい、では塗っていきます。今回はワンピースのゾロのリペイントということで、ワンピースの二次元塗りの作品は初になりますかね。ワンピースとしては3作品目ですね。前に塗ったのはルフィ太郎のグラデーション塗りと、あとはナミちゃんのグラデーション塗りをやりました。ナミに関しては名シーンを再現する感じで自分の手で造形をしてから作ったんですよね。なので結構思い入れもあったりしたんですけど、ワンピースはその他数えきれないぐらいの本当名シーンがあるので、またそのうちね何かやりたいなとは思ってます。そして今回のゾロはワンピースでの初の二次元リペイントなので楽しんで塗っていきます。今回のテーマはですね、鋭い空気感ということでゾロの鋭さを意識しながら塗っていきます。ゾロってね本当にかっこいいですよね。普段とかは寝てばっかりだったりとかクールなイメージもありつつっていう感じなんですけど、でもいざ剣を握って戦うってなると一気に鋭い空気感が出るというか、そういう感じがするんですよね。技とかも結構独特で、技名とかもねちょっと中二っぽくてかっこいいなとか思いつつ、そのギャップがねむしろいいって感じですよね。そういうさりげないギャップに弱い人はきっと大勢いると思うんですけどね。私自身実はナミちゃんの動画のところでも話したかなとは思うんですけど、ワンピースは今見進めている途中で、ワノ国編のゾロはまだ全部は見れていなくってですね、途切れ途切れな感じではあるんですけど、どうしても塗りたいって思ってしまったフィギュアだったんですよ、今回のフィギュアが。なのでちょっとフライング的な感じなんですけど、全力で表現していきたいなと思ってます。ワンピースに限らず本当に見たい作品が最近多すぎて、もう全然追いついてないんですよね。本当に日本は素敵な作品が本当に絶えず増え続けていくからとっても嬉しいんですけど、もうその反面追いつくのにずっと必死になってます。で、塗っていった順番は今回は結構前後してます。今回っていうか毎回微妙に前後してるんですけどね。でも今回はもしかしたら今までに比べるとかなり行ったり来たりして進めているかもしれません。ですがあえて塗った順番を説明していくと、羽織の、表を塗って、次に裏側の奥まった部分とかもエアブラシなどを使いつつ一旦処理をしながら進めていって、そして着物のベースを塗ってですね、肌を塗って、次に髪の毛を塗って、着物の模様を塗って、そしてまた羽織に戻ってきて模様を塗って、その他のあと帯とか下駄とかを塗りつつ、最後は羽織のその内側を書き込んで、影とかを書き込んで、その他修正や線入れみたいな感じで進めていますね。結構サフとかも含めていろいろ大変でしたね。今回のリペイントの中でも一番面積が大きいと言ってもいい羽織の部分がやっぱり一番大変でしたね。模様もかなりの数がありましたからね。
そういった意味では、ワンピースのワノ国編の衣装は結構大変なのかなと思うんですけど、これはエアーブラシでも筆塗りでもどっちにしても大変なんじゃないかな。模様とかが多いキャラクターはやっぱり覚悟が必要だなと再認識できました。この羽織とかあと着物の部分はなるべく元の綺麗なイメージを壊しすぎないようにメリハリとかをきっちりパッキリとつけていってます。模様の部分にもハイライトとか影の色の流れであまり段差ができないようにしないといけないので、一気にスーッと引けばいい感じにもいかないので、そういった部分でもいつも以上に時間はかかっちゃいますね。あとですね、この羽織と模様のところなんですけど、結構出ているフィギュアによってもイラストによっても色が違うんですよね。羽織の模様の部分は金色だったり黄土色だったり、あと羽織の緑色の部分は渋めだったりとか、はしごが良さげだったりとか、本当に結構違ったので、どういう色でいくか悩みました。結果的になるべく金色を残すような感じで塗っていってます。塗る前のね、元が結構金が目立つ感じだったんですけど、それが意外とハマってたんですよね。すごく着物にラメ系というかメタリックっぽい色ってやっぱ合いますよね。和柄とかって成人式とかお祝い事とかで着る和服って結構ね、すごく艶やかでキラキラしてるイメージとかあるじゃないですか。なんだろう、ああいうのすごい綺麗ですよね。なので今回のゾロでもそういったメタリックの色は残しています。ワノ国編のワンピースのキャラは見てるとみんなやっぱり和っていうイメージにぴったりな衣装でいいですよね。チョッパーとかはね、忍者で可愛いですしね。早くね、ワノ国編も全部一気に見たいところです。もともとこのポップのゾロの肌ってちょっと浅黒いというか黒いイメージはありますよね。なので元々のフィギュアのグラデーションの彩色として見た時は全体としてクールで男臭さみたいなのも感じられる渋くてかっこいい雰囲気があって確立されてるのですごくいいなと思ったんですけど、今回その 3D 二次元彩色で塗っていっていますので、肌はあえてトーンアップします。私好みにという理由もあるんですけど、まあちょっと明るめのトーンに変えていってますね。その方がアニメ感っていうのかな、そういうのも増すと思うので大体に変えちゃっています。今回肌はベース影1影にハイライト線入れでまとめています。4色仕上げですね。ベース影ハイライトのバランスとか色の数はフィギュアによっても微妙に結構変わってくる部分かなと思いますね。実際にフィギュアを手に取ってからパッと完成イメージが湧く時もあるし、じっくり考えないとピンとくるイメージが湧かない時もあります。まあ私の中ではという感じなんですけどね。そしてここまで見ていただいている方は気がついているかもですが、撮影の方法をちょっと変えてみたものを最初の方で付け足してみました。どうですかね。最初の方はね、特に倍速とか入れずにそのまま撮ったパターンで、あとはいつも通り上から撮ってる感じなんですけど、たまにはこういうのもいいかなって思ってやってみたんですけど、まあカメラの台数がですね、もう少し増やせればいいんですけどね。でもなかなか高くて手が出せないですね。カメラとかマイクとかそういう電子機器ってやっぱ高いですよね。本当だったらね、3カメぐらいあったらいろいろな画角から映せるのでいいなとも思ってるんですけど、そうすると編集もやばそうとか思っちゃうんですよね。あと最近実は音声配信を始めたんですよね。皆さんボイシーって知ってますか？有名な方で言うと堀エモ門さんとか中田敦彦さんとか結構著名な人たちがラジオっていうんですかね、音声配信をしてるアプリがあるんですけど、私も音声配信をやってみたいなと思って配信を始めちゃいました。最近ボイシーの方に審査出してみたんですけど返答がなかったので、どうやら通らなかったっぽいですね。なので今スタンド FM っていうアプリの方で始めているんですけど、というのもなんで音声配信というかラジオを始めたのかというと、フリートークのね上達がしたかったからなんですよね。
私自身実はあんまり喋るのが得意じゃなくって、フリートークともなると結構絶望的だったりするんですよね。なのでラジオの方ではなるべく台本とかも使わない方向でいきたいと思ってます。ちょっといきなり全くなしでっていうのはハードルが高めなので、だんだん削っていく感じにしていきたいと思ってますね。あとは YouTube で話せる話には限界もあるので、 YouTube では話せないようなより細かいノウハウ的な部分とかもちょこちょこ話していこうかなとは思ってます。結構ふわっとしてるとは思うので、ゆるふわラジオ感覚で聞いてもらえると嬉しいなって思ってます。技術的なレクチャー動画はフィギュアートラボの方でも随時出していってますし、コンテンツもね拡充していくつもりなのでね、はい、そんな風に思ってます。はい、ではこんな感じで今回完成したゾロ十郎がこちらです。はい、こんな感じでポップのゾロ十郎が完成しました。造形的にかなりかっこいいフィギュアだったんですけど、それと同時に塗りも結構苦戦したフィギュアだったので、なんとか完成できてよかったです。ワンピースも頑張って読み進めているんですけど、いかんせんめちゃくちゃ長くてなかなか原稿まで追いつかないのが現状なので、頑張ってこの後も読み続けていこうと思います。今回塗っていったのはゾロなんですけど、あとカタクリとかシャンクスとかそのあたりもすごいね手を出したいなと思ってるので、そのうちできたらいいですね。でもカタクリのポップのフィギュアをいろんなサイトとかでも見ているんですけど、いくらぐらいかなって見てるんですけど、すごくもう冷や汗が出るぐらいの値段だったので、とりあえずそっとサイトを閉じておきました、今のところは。でもワンピースは本当に塗りたいキャラたくさんいるので、今後もすごくやっていきたいなと思ってます。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントやフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も発信しているので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またツイッターの方では私が現在リペイントしているフィギュアの過程とかもツイートしていってますので、気になった方はそちらもフォローしてみてください。じゃあまた次回の動画でまたね。